私を浦と言います。浦というのは三世浦島太郎の浦で、ここに入ったのは高校卒業してからだから20歳から来て、で現在69歳、この仕事ばっかりやってます。引退するのはそうだね、もう我々の年代はもう引退してる人たくさんいるね。だから、実際に70になるとかなり引退する率高いんちゃう。あと1年。ただその頑張ろうと思ってても仕事は、続けなかった、会社が続けなかったらもうそれで終わりやったらね。一番最初にここの、工場、それぞれの染屋さんいっぱいあるんだけども、自分たちはその会社員として入ってきたね。我々が今いる年代ぐらいの人たちが仕事してはったから、そういう人たちの型紙を洗って干したりとか、いろいろそういう手伝いさせてもらって、で、仕事しだしたのは10年ぐらいしてからかな。ここので実際自分がもう任されてするようになってくるぐらいの時に、一番最初は簡単ながらから始めて。そうだね、一人前として認めてもらえるというのは、自分が一人前って思ってても他の人がやったらもっと上手にする人もいるから、だからこれがもう最高というところはないですよね。田染めでできないということは、まず、手書きと違って、少しだけ大量生産、大幅な大量生産は機械でできるけども、それに、自分の腕前が、発揮することができるというのは、その型によってその 手加減次第で、手の加減ね、手加減っていうのでぼかしが濃ゆくなったり薄くなったり自由自在にできる。今はもう経済厳しいからなかなか大量注文ってないんですけども、例えば百貨店とかそういうところから、成人式に宙ぶりという着物女性着ますよね。本来の、日本で着物を作ってるんじゃなくて、ただその場しのぎの着物という形で歩いてるけども、あれをやるのはむしろこの業界としてはマイナスだよね。今は残念ながら着物を着る人が少ないという時代になってきて、でそうなってくるとここに、この業界に携わる人もだんだん人が減ってくる。高齢化、我々と一緒で高齢化してくる。で次の後継者がいないとなっていくと、会社はもう当然続けることができないから、閉鎖していくということで、だんだんこの京都友禅に携わるところが少なくなってきて、僕らがもっと若かったら教えられるけど、今も70に近いのに、これから若い人に5年間教えよう思ったら、自分が元気でそのままやってられるかどうかもあるよね。若い人が根気よく続けられてる。ただ続けられても、その人が生活できるような収入が与えられるかというと、それは保証はできないよね、今の時代。来る人がいて、その、習いたいですって、その1年2年はね教えられても、自分が辞めた後にその人が仕事がないで、そういうところに引っ張り込むということはちょっとできないでしょう。